今世界で起きていることは、迎撃ミサイルの奪い合いです。ウクライナ戦争で防空の需要が高止まりする一方、イランやイスラエルを中心とした中東でも争いが続き、迎撃ミサイル不足が深刻な状態です。その代表的なものが、地上配備の防空システム、パトリオット、です。ウクライナ戦争では、空の脅威から都市や重要施設を守るために、迎撃を継続せざる得ず、さらにイランとイスラエルを中心とした中東でも報復の応酬が続き、かつてないほどにパトリオットを消費しています。もちろんメーカーも、増産に動いていますが、防空ミサイルの増産は、工場を増やせばすぐ解決、という話ではありません。そして、これは日本にとっても大問題です。今回の動画では、一発数億円もする高級品であるパトリオットミサイルが、なぜここまで不足しているのか、世界におけるパトリオットの生産と消耗のペースや、日本への影響について解説していきます。まずパトリオットミサイルの生産体制ですが、パトリオットで使用可能なミサイルは複数あり、現状で特に不足しているのが、パトリオット向け迎撃ミサイルのうちパック3系、さらにその中でもパック 3MSE というものです。パトリオットミサイルは、大別するとパック2とパック3の2タイプが運用されており、パック2は限定的ながら弾道弾迎撃能力を付与されてはいるものの、基本的には対航空機や巡航ミサイル向けで、弾頭が大きく、ターゲットの至近で炸裂し、破片によってダメージを与える方式です。それに対してパック3は、射程は狭くなったものの、弾道ミサイル対象強化した迎撃弾で、団体全体を目標に直接衝突させ確実に破壊する方式となっており、パック2と比べて弾頭が小型化し、一つのキャニスターに4発を装弾可能としています。そのパック3の能力向上型がパック 3MSE で、直撃方式はそのままに、対弾道ミサイルに対する光線範囲を広げた改良型となっており、現在では、パトリオットミサイルの主流の弾頭になりつつあります。で、そのパック 3MSE の生産自体は、ここ数年で増産が進んでいます。公開情報では、2025年のパック 3MSE の納入実績は620発で、これは前年から20% 以上増えたとされています。さらに、過去数年間で見ると、生産能力を6割以上増やしてきたと説明されています。つまりメーカー側は、すでに生産を引き上げる努力を続けている、ということです。それでも足りないと言われるのは、需要と供給のバランスが著しく異なっているからです。ここで重要なのは、迎撃ミサイルの増産が、単純に、人員を増やす、工場をフル稼働させる、だけでは済まない点です。ミサイルは、代わりの効かない部品がいくつもあり、その一つでも不足すれば完成品の数は増えません。中でもボトルネックとされるのが、誘導に関わる重要部品、いわゆるシーカーです。シーカーはざっくり言えば、ミサイルが目標を捉えるための、目、と、頭脳、に近い部分で、これは機密の塊である精密部品です。米国内でのパック3の生産は、ロッキード・マーティンが行っていますが、シーカーについてはボーイングが担当しています。そのシーカーの供給がボトルネックとなり、大幅な増産を難しくしています。ボーイングも2027年までにシーカーの生産能力を向上させる予定ですが、それでも年間700個程度なので、増産の難しさが伺えます。また、パック3のような軍事機密の兵器は、他社に委託することも容易ではなく、ライセンス契約、監査、セキュリティ体制の構築など、サプライヤーの拡大も簡単ではありません。アメリカでは今後、複数年のパック3の調達見通しを立て、企業が必要な投資を回収できる形で生産能力を引き上げる、というやり方が取られ、年間の生産能力を、現在の約600発から、3倍以上の2000発へ引き上げる方向性が示されていますが、それを7年間の契約の中で行うようなので、
当面の間は劇的な増加は見込めません。では、前述したパトリオットミサイルの生産ペースに対して、消費されるペースはどうでしょうか。まず、皆さんご存知ウクライナ戦争ですが、ロシアは無人機、巡航ミサイル、弾道ミサイルを組み合わせた長距離攻撃を繰り返しており、その攻撃の規模や頻度は一時的なものではありません。例えば、ある夜では一晩で無人機420機、ミサイル39発、そのうち弾道ミサイルが11発飛来するなど、年単位だと膨大な数に達します。この状況で迎撃側は、何をどこで止めるかを常に迫られます。低コストの無人機が大量に来るだけでも厄介ですが、そこに巡航ミサイルが混ざり、さらに弾道ミサイルが加わると、迎撃に求められる難易度と緊張感が一段上がります。特に弾道ミサイルは到達が早く、高速で突入してくることから、迎撃側は、高性能な弾道弾迎撃システムであるパトリオットシステムと PAC-3 を使わざるを得ず、結果として PAC-3 系の迎撃弾が消耗し、ウクライナでは、年間の PAC-3 の生産ペースと同程度の PAC-3 が、同じ期間で消費されている、という推計も存在するくらいです。さらに、PAC-3 はウクライナだけでなく、去年に発生したイスラエルとイランの12日戦争や、今回2026年のイラン攻撃に対する報復攻撃の迎撃でも、ある程度を消費しています。2025年6月に発生した12日間戦争では、イランからイスラエルへの報復として、弾道ミサイルだけでも約500発が発射されました。イスラエルではその時点でパトリオットは退役していたものの、12日間戦争前にアメリカから2ユニットが供給され、弾道弾の迎撃に加わったとみられ、また、ヨルダンやクウェート、カタールに配置されたパトリオットも迎撃に参加しており、中東全体で見ると、相当数の PAC-3 弾を消費したと考えられます。また、今回2026年のイラン攻撃に対する報復攻撃の対応でも、中東諸国が PAC-3 を使用しており、このペースだと1週間から2週間で在庫が底をつくとも言われます。さらに、イランでは12日間戦争後も約2000発規模の弾道ミサイルを保有、温存しているとされ、周辺国は次の攻撃に備えて備蓄を回復することが急務であることも、迎撃弾の不足を慢性化させる要因です。ということで、ウクライナだけでも PAC-3 の供給が追いつかず、これまでは各国の在庫を放出してなんとかやりくりしていたものの、ここに来て中東危機まで勃発したことで、とどめを刺した感じです。まあアメリカですらこのままだと、軍の在庫が危機的な状況になるため、ウクライナ支援をすぼめた背景もあるので、PAC-3 の逼迫は起こるべくして起きているわけです。これらの PAC-3 の逼迫は、日本においても人事では済まされません。日本は自国の防空を確保するため、パトリオットを含む迎撃能力を維持し続け、なんなら近年の防衛計画にて、ミサイルや弾薬などのストックを増やし、継戦能力を向上させることを明確に謳っています。しかし、迎撃ミサイルの需要が爆増していることから、いくら予算を積んで、米国との調達契約を交わしていたとしても、日本は調達の主導権を握りにくく、予定した納期と数が守られる保証は全くありません。というか、特に米国からの調達においては納期遅延なんて当たり前なので、まあ PAC-3 を含むミサイルが、予定通り納品されないのは明らかですね。ちなみに、日米2国間の防衛産業協力によって、PAC-3 を生産するロッキード・マーティンからのライセンスで、PAC-2 及び PAC-3 は日本国内の三菱重工でも生産が可能となっています。ただし日本国内での生産数は、年間30発程度で、それを倍増させようとはしているものの、前述した通りのシーカー不足によって、満足な量産はできていない状態です。それに加えて、輸出ガイドラインの緩和により、国内でライセンス生産したものを、国外に移転する逆輸入のようなことも可能となったため、
米国の要求に応じて、すでに日本から米国への輸出が行われています。ということで、国内で生産し、自衛隊に回すはずだったものですら、手元に残らないという事態になっています。迎撃弾を早急に必要とする地域に回す、という優先順位付けがされるのは仕方ないですが、それで得をするのは中国でしょうか。今回の迎撃ミサイルの不足は、東アジアへも間違いなく波及します。東アジアは、ウクライナや中東と比べればその逼迫性は薄れますが、PAC3 を運用している日本、韓国、台湾が一番に割を食うでしょうね。なんなら今後は調達の不確実性がさらに増え、外部要因に左右されやすくなるので、パトリオット相当の兵器の国産化についても課題になるでしょう。何でもかんでもアメリカ頼み、とはいかない現実を、我が政府と国民はどのように理解するのか、本気で考えないといけない最後の局面かもしれません。よろしければ、ハイプ、いいね、チャンネル登録、押していただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。